ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いやもう春ですね、この春に何かやりたいことありますか？毎年やっぱりお花見ってしたくなりません？桜見たくなりませんか？ああなるほどね、アウトドアだ。和の心ですね。マスターはどうなんですか？いや春だからどうっていうのはあんまないくて、いや新しい格闘ゲームとかどんどん出てくる時期なので、なんでまたオフラインのねイベント復活してったらいいなっていうのころはすごい感じますけどね。そうですね。あ、いらっしゃい。わあ、今夜はスマブラプレイヤーのお客様が4人もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となるケン選手。堅実な立ち回りに定評のあるソニック使いとして有名な強豪プレイヤーです。2人目のお客様はシュートン選手。攻守ともに安定したテクニックで国内外の大会で数々の優勝経験を持つトッププレイヤーです。3人目のお客様は世界最強パックマン使いの T 選手。多くの世界大会で活躍し海外でも人気の高いプレイヤーです。4人目のお客様はニエトノ選手。豊富な知識と経験からスマブラの教科書とも呼ばれる理論派プレイヤーです。お互いにどんな人物なのか褒めても出会いを語ってもよし、エピソードも歓迎です。他己紹介ですね、お願いしたいと思います。まずは初来店のケン選手について伺っていきたいと思います。スマブラ前作のスマブラ 4WiiU3DS から始めたプレイヤーなんですが、初めて始めたスマブラからもうすでにトッププレイヤーになるというすごい逸材の選手だったんですけど、プレイスタイルとかは結構ソニックを使ってるんですけど、その機動力を生かしてやっぱ堅実に戦うプレイスタイルがやっぱ特徴ですね。シュートン選手について伺っていきたいと思います。7年前に、僕が初めて大きな大会優勝した時の、決勝の本当に優勝を決める決勝の相手だったっていうのが、初対面で、すごく印象に今でも印象に残ってます。最近関東に引っ越してきたんですけど、その前の九州にいる頃からも本当にずっと強かったんで、関東に越してきてからはもう結果残しててやっぱりすごいなと。最近だと正直スマブラしてる回数より一緒にご飯食べてる回数の方が多分多いんですごい仲良しなんですね。ただの友達って感じですね。T 選手についてはいかがでしょうか？ T さんはそうですね、俺の中では結構面白い人物なんか配信とかでも、よく見るんですけど、なんだ楽しそうにスマブラをして相手のキャラをこうやって倒してるというか楽しそうにそんな感じでプレーも面白いんですけど、単純に発言とかも結構なんか天然寄りというかなんか変な人だなってところもあるんですけど一番印象に残ってる。一番一緒にこれやばいなって。これやばいな。ニエトのセレクションパッと出てこないな俺1個ありますよ。お俺才能だけで勝ってるからってよく言ってますよ。才能だけで。はい。いや自分で才能を感じてるんだなってそういうの聞いて。ニエトノ選手についていかがでしょうか？レジェンドなんですよね。巷で言われているのはやっぱり知識の豊富さというか、異名がなんかスマブラの教科書みたいに言われてて、キャラの有利不利からなんかフレームの話までなんか全部知ってるんですよ。教えるのがうまいですね。はい、では本日のテーマ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルですけれども、改めてその良さ愛すべき点を聞きたいと思います。多分スマブラに出てるキャラで1キャラも知らないっていう人は世界にもそうはいないんじゃないかなって思うんで、親しみやすさで、友達とかスマブラやってない友達とかにもスマブラって通じるんで、そこがやっぱり大きいタイトルなのかなっていうところがすごいと思っています。キャラクターの多さは一番の魅力かなとは思いますね。自分だったらゼノブレイドが好きなんですけど、そのキャラが参戦してたりしてて好きなキャラで戦えるっていうのが一番魅力的かなとは思いますね。極めたら何にでも極められるみたいなところが僕はいいゲームだなと思ってて、僕らはその1on1をやり込んでるんですけど、スマブラってそれだけじゃないじゃないですか。乱闘とかいろいろチーム戦とかあったりして、サブのやっぱホームランコンテストとかそっちもやり込んでる人もめちゃめちゃいるんですよ。だからなんか突き詰めたら本当に終わりの見えないゲームだなっていうところが僕はすごいと思います。単純にその自由度が、どのルールとかでも基本的にすごい高いので、自分を表現しやすいゲームなのかなと思いますね。で突き詰めても突き詰めても答えが見えないというか、それほどの自由の高いゲームなので、そこがやり込みがいがすごいあるなと
思いますね。以前ご出演いただいた時にですね、皆さんからスマブラとの出会いっていうのをね伺ったんですよね。シュートン選手は幼稚園時代に、 T 選手は小学校低学年からお兄さんの影響、そしてニエトノ選手は CM を見たのがきっかけで始めたと。ケン選手は一体どんなスマブラとの出会いを、があったんでしょうか。自分は自分で買ったスマブラっていうのは前作の 3DS からなんで、もう19歳ですね。それまでは一応友達の家に遊びに行った時に乱闘してたぐらいで、全然1on1とかやってなかった。はいはいはい。まあよくあるスマブラと触れるパターンですよね。そうですね。プロゲーマー目指そうとかガチ勢になろうとかも特に考えてなかったので、でやってたら結構強くなったから大会出てみようって感じ、オフ大会に出たきっかけでしたね。なるほど。私もスマブラ好きなのでずっと皆さんの楽しいお話を聞いていたいんですけれども、ハメジュンカップという目に見える形で対戦していただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。第9回ハメジュンカップ。よいしょ。今回のハメジュンカップは1回戦決勝戦ともに7分3ストック制のトーナメント形式で開催。優勝者には番組特製トロフィーを贈呈します。1回戦はじゃんけんで勝った選手が対戦相手を指名、勝ち残ったシュートン選手が T 選手を指名し、1回戦はご覧のように決定しました。まずは1回戦第1試合、シュートン選手 VS T 選手の対戦です。 T 選手が和也を持ってるんですけど、はい。マジで超苦手なんですよ。どうしようかなって感じです、和也に覚えている。もし選ばれたら。和也がシュートンさん苦手なんでどうしちゃおっかなって感じです来ましたね、和也が。左にいるのはシュートンのホムラ光。そしてT 和也、これどうですか、この組み合わせ。この組み合わせは正直まあホムラ光に分があるとは思うんですけど、ただ和也っていうファイターはそういうのをもう関係なく火力でなんとかするっていうねフファイターですよ1回ね。触ったら相手が撃墜する可能性もあるんで、そうなんですよ。さあこれですね。最速人権。最速風神剣2フレっていう猶予が2フレなんですけど、はい。ガードされ、シールドされても有利な上に当たるととんでもないことになる。そうですね。さあここで T 和也がレイジ状態です。レイジドライブで強力な技もありますが、シュートがホムラで撃墜を狙おうとした雷神剣。おお、気づけば今のがレイジドライブですね。しっかりとレイジドライブの後隙に空中後ろがありましたね。雷神剣の隙を捉えたシュートがまずストップ先行。崖復帰をしてきます。シールド、財布、サイクラキ搭載しています。ここもしっかりと雷神剣の隙をつかみである程度のダメージ蓄積。かなりシュートンペースか。ホムラを使って撃墜を考えていく。デビルビームを避けて崖ですが、うまいこと復帰。またしてもシュートンのパーセンテージが非常に溜まっている撃墜。和也ってファイターは着地が非常に弱いファイターなんで、今みたいに永遠にこうターン継続してそのまま撃墜できるとだいぶ大きいですね。なるほど。ここまでは3ストック残しているシュートに対して T はわずか1ストック。逆転できるのか。全然ありますね。火力がある。それだけの火力を持っている。ファイターはどこからでも逆転できるので、和也は。ただやはりこの速度、光のね機動力とリーチを生かして有利にことを進めています。なんとか戻ってきた。飛び道具。ここはヘブンズドア。ようやく1ストック。T が返しています。最速風神剣台を使いたいが、シュートの復帰。ボトム位置 93%。パチキから復帰への駆け引きをしましたが、なんとシュートが耐える。T のダメージは相当なものだ。 130%。かなり体重は重いですが、上様残っている。どうする。つかみ空を切ります。掴んで後ろ自国門。どうだ。これはなんとか戻ってこれましたが、復帰阻止。デビリング、これはシールド。おお、耐えた。アーマーがおっと
ここでこれありますね。わからあるのかないですね。まだあるのか財布当たっちゃうと。財布当たっちゃうぞ大丈夫か風前耐えましたほかほか補正。ほかほか補正だいぶ。ダメージが伸びている飛ばし距離が伸びているなんとかデビルウィング復帰成功だがしっかりと撃墜まず1回戦第1試合勝者シュート奇跡の勝利ですまさか和也に勝てるとは。1ストック目と2ストック目がスムーズに撃墜できたっていうのが一番大きかったですね、でやっぱ1ストック目に撃墜がちょっと難しかったのが敗因かな。はいありがとうございました続いて1回戦第2試合ケン選手 VS ニエトノ選手の対戦です。ニエトノさんに、今作になってから大会での成績めちゃくちゃ悪いのでおー頑張りたいです。ソニックってキャラが守りが硬くて、うんピチューってキャラが結構儚いキャラなので、頑張って守りを崩して、勝っていきたいなと思います。ステージは両者の合意で決めています7分制ソニック対ピチューヘルのソニックそしてニエトノのピチューこの組み合わせはどういうふうに見ますか、まあそうですねよく聞く話だと、うん少しピチューが有利なのかなっていうのは結構聞きますね。なるほどピチューも一応飛び道具とかで防御を固めることができるんですけど、それを崩すのがちょっとソニックだと難しいっていうのは少しありますね。さあどういう風になるでしょうか。このピチューが電撃攻撃を打つと自傷ダメージとして自分にダメージが蓄積されてしまいますがその分、そうですね、はい速度と攻撃力その分攻撃力高いんでいいかなって感じですね。威力があるそしてこのペンの使うソニックは、とにかく、逃げ回るのが得意というかまあそうですね逃げながら相手の隙を伺ってうん技を差し込むみたいな、はいプレイスタイル逃げるだけじゃ勝てないですからねこれ、やっぱいいところで今みたいな DA みたいなねどこかで技を通す必要がある。なるほどそれもケン選手非常にうまいです。はいしかしここは、崖際の攻防一旦中央に戻ってきましたがそこをしっかりとダッシュ攻撃おおうまい。お互いに 100% を超えています。さあそろそろ撃墜が見えてきそうだがはい撃墜しやすいなこれでどっちだろう。まあ割と同じぐらいかな。同じぐらいか。なるほど投げてあこれはおっとしっかりと回避することができました。珍しいですね。ニエトノさんコンボを決めるのはめちゃめちゃうまいんですけど、めちゃめ上投げ雷コンボでしたがここしっかり剣がはい、これが繋がらないか。掴んで後ろ投げ台下だからかな。剣のパーセンテージ 150% 溜まっています。さあさらに掴んでそうそうピチューの前投げが怪しくなってそうですね。わあ奥前スピンに対してピチューあとニエトノ選手は崖狩りが特にうまいですね。はいそこに注目かなと思います。おっとしっかりと戻ってくるところピチューの復帰技あれ崖から頭出ちゃうんですよね。なるほど高速移動から掴もうとしたところしっかりと迎撃していきました、ほぼ五分という状況でいいでしょう。ステージの中央での戦いピチューに掴まれたくない立ち回りをしてますね。掴みからの火力が高いので、はいそうならないようにはい、剣も逃げながらと戦っております。お互いに非常に機動力がある掴みを避けるうまいことをガキからも復帰おおどうだ決めに行ったけど今の当たったら撃墜でしたね。高速移動戻ってきました。スピン空入れで止めるんだ。なるほど掴んで蹴り飛ばしていく。さあ崖際ここはいいがおおちゃんとディレイかけてなんとか高速移動返ってきましたね。高速移動1段目で捕まるか2段目で崖捕まるかの読み合いになってるんですね。そこの読みを外してなんとか帰ってきました。はい、剣がやはりしっかりと時間を使いながらこう追いかけるニエトのうまく回復って時間使いながらやるんですねそうです。ね。これは、これはあとしっかりと雷コンボまあ、回避決まってたら撃墜だったんですけど、避けることができました。復帰が来る前やはり剣はやはりずらしながらですよね。ちょっとずつはいチャンス怖いなになっていく。怖いけどさあ崖狩りどっちだスピンでうまく逃げてきた。非常にお互い速い。ただ今度は逃げともめちゃめちゃうまいんですよ前にこ
こなんですよね、ニエトノさんの強みが出てますよね。回避の隙を捉えましたね。はいストックはニエトのあと2つ。あダウンでこした。れはあ高いこれは。パーセント 30% まで貯めることができた。ちょっと安めになっちゃいましたね。あじゃあこれは高い。掴んで空へいいベクトル変更ですね。逃げていきましたが、ただかなり剣のラストストックダメージが蓄積しています。これはちょっと早く撃墜したいですね、ケン側は。やっぱ撃墜技を通すのが少し難しいんですね、ソニックは。なるほど。ピチューが軽いとはいえ。そうですね、はいあとニエトノさんのその拒否もうまいっていうのもん合わさって、ここはダッシュ攻撃残っているぞ。高速移動、さらに高速移動でフェイントをかける。いやこれ上京、いや残ったぞ。おおスピンで撃で墜スピンダメージが貯めて高すぎましたね。珍しい。逆に正直に突っ込んできたような、はいそんな感じでしたね。さあこれでお互いに残すところは1ストック。ピチただやはりピッューチューの火力を考えると何か決まればというところまで来ているでしょう。復帰成功。ガードをさせてシールドを剥がそうという動きか。ステージ中央スピンを避ける。お互いに機動力が高い。実は残り時間2分というところまで来ましたね。あと2分ですよ。はい、タイムアップは多分ないと思うんですけど、そうですね。そろそろ剣のパーセンテージが怪しくなってきている。ピチューは軽いんで、軽いんでもうあと20、30たまると、横スマッシュあたりでもう撃墜しちゃいそうな。なるほど。あ決めてくれ横さなんとか回避。怖い一瞬でしたね。さあどうだ。ここシールドいがやこれはもう分かんないですこれはもうからね。五分なんじゃないですか。5分。うわ6回できた。あガードしてシールド間に合った。1回戦第2試合勝者ニエトノ。紙一重でしたギリギリでしたね。最後とか結構読まれてたんで、まあ実質負けみたいなところを拾えたのは大きかったなって感じです。いやー処理されましたね。いつも通りです。第9回ハメジュンカップ1回戦はシュートン選手が T 選手に、ニエトノ選手が K 選手に勝利し決勝に駒を進めました。第9回ハメジュンカップ優勝の栄冠はどちらに？シュートン選手 VS ニエトノ選手。ニエトノ選手とは大会で当たった時は、いつもピクミン&オリマー対ピチューのカードでやってたんですけど、今回はニエトノ選手がウルフということで、ウルフとピクミン&オリマーの相性が少し悪いので、今回はホムラ光で立ち向かおうかなと思います。毎回シュートン選手にはもう今作1回も多分勝ってないんですよね。今あまりオフラインをできない期間にこっそり練習していたこのワンちゃんをこのキャラをちょっとかぶせようかなと思ってたんですけど、はいまあなんか出てきましたね。違うキャラ出てきましたね。シュートンのホムヒカ、そしてニエトノのウルフが登場です。ステージはポケモンスタジアム。これどうですかこの組み合わせ。ウルフをかぶせるぞと。組み合わせというかニエトノさんのウルフ初めて見るんで楽しみですね。あ、そうなんですね。ご自身の配信では結構使ってるんですけど、この、まあ自分もおっしゃってた、ご自分でもおっしゃってたんですけど、オフラインで使ってるのは初めて見ます。なるほど。初オフ披露ということで。なるほど、どんな試合になるのか。まずはこの機動力リーチに優れたシュートの光が、まあやっぱり立ち回りは光が圧倒ですね。剣キャラクター。そしてこのホムラにチェンジ。おっとシールド掴むことはできなかった。ステージ中央光に切り替えて機動力を上げる。そしてホムラで撃墜力を上げていきます。足が強い。ここはうまく割り込んでとスマッシュガードシールド、しっかりと反撃していきます。パーセンテージ的にはお互い 100% 超えたところ、双方そろそろシュートン選手も撃墜したいのでホムラにチェンジですね。撃墜勝負。撃墜力、これを生かしていきたい。しかし掴んだのはニエトノだ。クラスターを打って崖際うまく光で帰ってきましたシュートン。やっぱり立ち回りは光の方がウルフ図があるというなって感じなんですけど、ホムラはやっぱりウルフの方が強いのかなって感じですね。機動力の部分。はい。光で展開作ってからホムラで撃墜を狙いたいです。戻ってきてホムラにチェンジだがうまく崖に上がってくるところを撃墜。ストック先行はニエトノ。しかしシュートもここでホムラの上スマッシュしっかりと。完全にゴムですね。はい、撃墜。パーセンテージは5分です。
やはり序盤は光のこの立ち回りの強さ、機動力を生かしてウルフに対して先手を取っていきます。三重殿としてはどこかで一つチャンスを作りたいが、シールド掴むことはできなかった。光の技が強い。強い一気に 85%。 できない。ウルフ普段は着地そんなに困らないキャラだと思ってるんですけど、はい、光のその剣の判定、武器判定が非常に強くて着地苦しそうです。困っていると。なんとかずらしたか。いやー、掴むことはできなかった。当たらなかったんですけど、ちょっと回避が暴発して。はいはいはい。これで大きくシュートが優勢。1ストックさ1ストック。丸々リードはでかいです。そしてまたしてもこの光の機動性と立ち回りの強さ。シールドから高いですね。いやー、ここまで来るとちょっと厳しいか。そしてここも小村に変えて、いやうまく返した。シュート選手やりたい放題だ。見事です。ここに2点返していかなくてはいけない。パーセンテージの差もダメージの差も相当ついた状態ではある。うまい。なんとか台の上に逃げてきた。そして今度はニエトの中央、いや避ける。しかしそこに関係はなし。ステージ中央光に変えた。しかしやはり機動性は光が非常に高いものがあります。シールドしっかりと振り向いた反撃、シュートの非常に正確な操作、そしてホームランに切り替えてお互いに掴んでいるのはニエトノだ。 130%。いやしかししっかりと返しつつ2ストック残してハメジュンカップ優勝はシュートン。自分はやっぱピクミン&オリマーが今までメインでずっとやってたんですけど、はい、ホムランの光を主要キャラに加えて、こうやって結果出せるっていうのはやっぱ嬉しいですね。まあ内容はガン処理だったんですけどまあただこういう場で初めてウルフを使ったんですけど、まあ正直ちょっと手応えは感じたかなっていう感じだったんで、まあ次は頑張りたいですね。はい、ありがとうございました。各駅室アメジュン、本日も閉店のお時間となりました。はい、こういった場自分慣れてなくて結構緊張しちゃったんで、あらちゃんと喋れてたか結構不安だったんですけど、大丈夫ですはい、楽しめました。ありがとうございました。いや、やっぱ優勝は嬉しいですね。T 選手の和也に勝てたっていうのがめちゃめちゃ嬉しいです。いつも負けてたので、なるほどとにかく楽しかったですね。ありがとうございました。僕本当はパックマンメインなんですけど、まあサブの和也も使いつつって感じで、今日まあお見せできてよかったんじゃないかなって思います。まあ、負けてしまいましたけど全然和也やめる気はないんで、これからもパックマンと和也で頑張っていきたいです。楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こういう場は、まあ、慣れてはいないんですけど、まあ、ちょっと緊張もありながらも試合の内容は割といやどうだいや悪くなかったかな悪くなかったかなと思うので、まあ、結果的に負けちゃいましたけど、まあ、今後につながるような内容だったので良かったとは思います。ということで今夜の駆け引きさハメジュン、お客様はケン選手、シュートン選手、 T 選手、ニエトノ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回バーチャファイター e スポーツ特集、4名のお客様がご来店、第10回ハメジュンカップも開催、お楽しみに。